朝倉未来さん負けてしまいましたね。オリンピックもですが、格闘技にはパワーがありますね。朝倉さんの見てないのでわかんないですけど、柔道は金メダルの試合を見たので面白かったです。はい。やっぱ決勝戦とかになるとレベルが上がるのと、予選と決勝戦ってやっぱ違うんですよね。予選とか、準々決勝とか、準決勝ぐらいだと、次の試合もあるので、割と結構みんな守りに行きがちなんですよ。なので僕が見た試合の半分ぐらいは積極的に戦いに行かないっていうことで、教育的指導を両者受けまくるっていう感じで引いた試合をするんですよ。ところが決勝戦とか3位決定戦とか、もう次がないぞっていう時になるとめちゃくちゃアグレッシブになるんですよ。決勝戦と3位決定戦だけはめちゃくちゃ面白いです。そんなアグレッシブにやるのっていう。基本的にはそれ以外の試合はあんまり怪我しないようにとか、変なポイント取られないようにっていうので、結構引いた試合なんですよ。なので、そこら辺のアグレッシブさが変わるのがちょっと面白いなと思いました。はい。来日東京ドームで朝倉未来選手は負けてしまいましたが、彼の強さは前世代の山本紀藤選手や桜庭選手と比べてどの程度なんでしょうか。柴田より強いのは分かります。試合もしたことがあるひろゆきさんの意見ください。僕、朝倉未来さんの試合まだちゃんと見たことないんですよね。あと、ひろゆきさんと朝倉未来選手は雰囲気似てるんですが、言われたことないですか？ 100% 必ず勝つとかないですからね。ボクシングのルールだと、結構実力と勝敗ってはっきりするんですけど、関節があるルールの格闘技の場合って、たまたまうまく関節取れた場合は勝つし、たまたま取れなかったら勝てないっていうのもあったりするので、実力がある方が必ず勝つっていう感じにもならなかったりするんですよね。なので、朝倉未来さんが負けてしまうっていうのは確率の問題だとするのでしょうがないなと思うんですけど、で、朝倉未来さん確かに似てる感ありますよね、顔に。顎ひげの問題もあると思うんですけど、今後も頑張っていただきたいなと思います。はい。格闘技っていくら頑張っても儲かんない時代が長すぎたんですよね。ボクサーで世界チャンピオンとかになるとそこそこ儲かるんですけど、そうじゃない場合ってすげえ格闘技一生懸命練習して体張っても全然儲かんないんですよ。朝倉さん YouTube を使うっていう結果、めちゃめちゃ儲かってるし、格闘技も強いっていうのができたので、なんでその格闘技産業において朝倉未来さんの功績すごいでかいと思うんですよね。儲かんない仕事って、やっぱ若い子やりたいと思わないので、野球選手、サッカー選手にみんなが憧れる理由って儲かるからじゃないですか。十種競技にみんなが憧れない理由って儲からないからなんですよね。なので、その武井壮さんって十種競技世界チャンピオンとか世界戦まで行ったけど、儲かんねえからタレントになったわけじゃないですか。っていうのがあるので、格闘家で強いと YouTube でも儲かるから全然美味しいっすっていう産業自体を作り上げたっていうのはかなり優秀なことだと思うので、なので社会的にもうちょっと評価されていいんじゃないかなと思うんですけどね。なんでこの話をしたかっていうと、100人組手の空手の動画を上げてる空手家の人がいたんですよね。で、空手で儲かんないから100人組手の動画で上げたっていうのがあるんですけど、100人組手の空手がネットでゴロゴロしながら見れるっていうのは僕にとってすごいメリットだったんですよ。っていう感じで優秀な格闘家だったりの動画っていうのがタダで見れる世の中になったのって、朝倉未来さんが俺儲かるよっていうのをやったおかげだと思うので、面白いコンテンツが世の中に出てきたっていうのは僕は朝倉未来さんの功績がでかいなと思ってるので、そういう意味で評価してるっていうのがあります。はい。こんにちは。都内でインフラエンジニアをしている26歳男です。私はビビリで人に意見を言ったりするのがとても苦手です。強く物を言うと言い返されて喧嘩になったりするんじゃないかと不安になってしまいます。私もひろゆきさんみたいにかっこよく討論ができるようになりたいですが、ひろゆきさん、なぜ相手を恐れずズバズバと自分の意見が言えるのでしょうか。殴り合いになったとしてもいいと思ってるから。割と口論が強い人に結構共通するのがあって、殴り合いになってもそれなりに勝てると思ってる人多いんですよね。格闘家とかじゃなかったとしても、殴られたとしたら警察行ったらもう傷害じゃないですか。殴られたとしても一発で殴られどころが悪くて死ぬとかじゃなければ、基本的に社会的には大体勝てるんですよ。殴られるとお金を取られるしってなって。なので、割と口論強い人って喧嘩になってもいいよねっていう、そこら辺の覚悟があるんじゃないかなと思うんですけど。なので、筋トレとか格闘技の訓練とかするといいんじゃないかなと思います。よし、朝倉未来と口論しよう。だから、朝倉未来さんと口論して、朝倉未来さんが僕殴ると、多分、傷害罪で、下手したら実刑になる可能性あるんですよね。彼は格闘家でプロの人なので、素人を殴って怪我をさせるっていうのを分かってる状態で殴ったよねってなると、で、朝倉さん結構お金持ってるじゃないですか。で、僕多分働けなくなりましたって言って、1億円以上の休業損害が出ましたって言って、多分刑務所行きたくないんだとすると和解しなきゃいけないので、そうすると朝倉未来さん多分1億円以上の和解の文章にサインをすることになって、僕丸々1億円ゲットみたいになると思うんですよね。なので、朝倉未来さんと討論をした朝倉未来さんに殴られるっていうのは僕にとってめちゃめちゃ美味しいボーナスであるっていう。死んだらどうする？一発で殴られて死なないっていうぐらいの体の動かし方はできるっていうことです。はい。
朝倉未来さんが不倫についてネットアンチについてのディベート動画を上げていました。以前ひろゆきさんも同じ内容でディベートした経験があると思いますが、よければその動画を見て次回ご意見聞かせていただきたいです。またひろゆきさんから見て朝倉未来さん成功した理由、格闘家としての強さ、知名度はもちろんですが、それ以外だとどの辺が有能と思いますか？でも格闘家というか、もともと格闘技とか相撲とかやる人って、例えばラッシャー木村さんとかマイクパフォーマンスをやる人っていうのがいたんですけど、大体喋れないんですよ。格闘家できちんと喋って面白い人ってあんまいないんですよね。朝倉未来さんに関しては格闘家としての能力が高いのとちゃんと喋れるっていうのが結構稀有なんじゃないかなと思います。弟さんも喋れるからあの兄弟優秀なんですよね。不思議なんですよね。運動系格闘系の人って喋れない率が結構高いんですよ。柴田さんとかって喋れるんですけど、申し訳ないですけどプロレスそんなに優秀ではなかったじゃないですか。ちょっとかじりましたみたいな人いるんですよ。ジョーブログさんとかもボクシングかじりましたで喋れますじゃないですか。なのである程度格闘技できます喋れますの人いっぱいいるんですけど、ガチ格闘技で行きましたっていうと具志堅用高さんとかマジ何言ってるか分かんないじゃないですか。ちょっちゅねとか鶴太郎さんはあれもともと芸人さんがボクシングをやったタイプなので、喋れるよねっていうのがあるので、なので格闘技から入ってそのまま喋れるようになった人ってかなり珍しいんじゃないかなと思います。はい。天真爛漫に思ったことを言うビッグマウス系の喋れる人は昔からちょこちょこはいたんですよ。で、例えばアントニオ猪木さんとか喋れてはいないんですよ。キーワードがあってみんなにこれが言ってほしいとかの掛け声だったりアジテーションはうまいんですよ。でもファンが楽しめる話はできるんですけど、他人を説得する説明するっていうのをアントニオ猪木さんが僕ちゃんとやってんのって見たことないですよね。トミーズ正さんはそういう意味ではかなり強いですね。レアですね。はい。なので結構喋れる格闘家はレアなので珍しいんじゃないかなと思ってます。はい。須藤元気さんはねめちゃくちゃ優秀ですよね。ただ須藤元気さんも格闘家としてはそこまでトップまではいけなかったっていうのが僕好きですけどね、あのスタイルは。はい。先ほど朝倉兄弟はしゃべりもできて優秀だとおっしゃってましたが、それにはセンスの他に自分の強さとブレない信念があるからはっきり言えるところもあると思いますか？いいえ。別に他の格闘家もセンスもブレない信念もあると思いますよ。よければひろゆきさんとコラボしてディベートや対談の方を見てみたいです。ひろゆきさんは誰かとコラボしてみたいと思ったことはありますか？ありません。また YouTuber の中でこの人優秀だなと思う人いますか？僕ディベート好きじゃないんですよ。よく僕ディベート的な番組に呼ばれてディベートの体になるんですけど、僕はそれが可能であるからやってるだけで好きではないんですよ。うまいか下手かで言うとうまいし得意ではあると思うんですけど、やりたいわけではないんですよ。ただ頼まれてるからやってるだけでディベートしたいですって言ったこともないんですよ。僕自分から論破王みたいなこと言ったこともないんですよ。頼まれたからじゃあやりますよっていうのでやっただけで、僕はそういうのやりたいわけではないんですよ。だってディベートって意味ないし不毛じゃないですか。相手の人が面白い情報を知ってるんだったらそれ聞いてそうなんだ面白いっていうので、ただこれってどうなんですかって質問をするのは好きなんですよ。ニュース番組みたいなところで嘘ついてる人がいた時にいやそれ嘘でしょっていうのと、これってどうなんですかっていう話をした時に勝手に自滅していく人がいるっていうだけで、別に僕はディベートしたい議論がしたいというのは基本ないんですよ。はい。朝倉未来とひろゆきの似てる部分ってありますか？顔が似てるというのはよく言われますね。他人のことを舐めてるっていう点も似てるんじゃないかなと思うんですね。僕は自分に自信がありません。最近朝倉未来さんの動画にハマってるんですが、未来さんが強くなれば自信がつく的なことを言ってました。そこでサンドバッグを買って毎日トレーニングを続けようと思ってるんですが、それで自信がつくと思いますか？思いません。やるべきなのはサンドバッグを買うことではなく筋トレです。なので筋トレをひたすらやってください。結局サンドバッグいくら叩いてもアホみたいに叩いたら多少筋肉つくかもしれないんですけど、叩き方が分かってない人がサンドバッグをいくら叩き続けたとしても大して筋肉つかないし強くなるわけでもないんですよ。動かないサンドバッグをいっぱい叩いてる人と喧嘩強い人って全然違うんですよ。喧嘩強い人って別にサンドバッグ家になくても強いんですよ。なので分かりやすく筋肉をつけて見た目強そうにした方が強えなっていうのが周りからも見えるので、筋肉って見た目で分かるし体重とか筋肉量とかも含めて数値として自分がどんどんでかくなってる強くなってるっていうのが分かるので、なので筋トレの方が効果的なんじゃないかなと思います。もし今年の大晦日に YouTuber で有名な朝倉未来選手と試合することになったらどういう戦術で勝利しますか？多分普通にやったら絶対勝てないので100人空手にしますね。昔100人組手っていうのでフィリオさんっていうブラジル人の人と日本人の確か緑選手っていう人が100人組手っていうのをやったんですよ。100人とやってフィリオさん全員に勝ったんですよね。で確かね緑選手は何人か負けたんですよ。要は相手も本気じゃないですか。なのでもう体力持たないんですよ。
で、フィリオさんめちゃくちゃ強いんで、だいたい数秒で一人倒すんですよ。なので、めちゃくちゃ強い人だと会った瞬間、ボーンで3秒とかで試合が終わるので、100試合やっても300秒で終わるんですけど、体格もめちゃくちゃいいので。で、確か緑選手はそんなに体格良くなかったので、やっぱり一人当たり30秒とか1分かかるんですよ。で、1分かかると100人相手だと100分じゃないですか。もう体力持たないんですよ。っていうのがあるので、100人組手にしましょうって言って、朝倉未来さんにいろんな人ぶつけると、で、多分これ、もしそういうのが発生するとしたらテレビ番組だと思うので、100人組手朝倉未来っていう方が視聴率増えるじゃないですか。で、プロデューサーを持ち込んで、プロデューサーにこの企画でいきましょうって言うと、多分未来さん断れないんですよ。もうブッキングの契約の時点で、大晦日試合に出ますっていう契約書になってて、どういう試合かまでの詳細は書いてないので、で、逃げたって言われるのも嫌なので、100人組手を受けざるを得ないと。なので、99人と戦ってボロボロな状態で僕最後やります。それでも負けるかもしれないけどね。ひろゆき嫌い、朝倉未来にボコボコにされちまえ、おら。多分無理じゃないですかね。朝倉未来さんが僕をボコボコにしたら、多分社会的に抹殺されちゃうと思うんですよね。格闘技の試合で、格闘家同士でボコボコにしたとしても社会的には許されるんですけど、僕ただの40代のおっさんじゃないですか。格闘経験者が40代のおっさんをボコボコにして病院送りにしたら、多分警察に逮捕されるし、僕も面白いから普通に刑事裁判にしちゃうと思うんですよね。で、刑務所に行くか執行猶予だと思うので、そうすると社会的にはなかなか厳しいんじゃないかなと思うので、なので、朝倉未来さんが僕をボコボコにするパターンって多分僕がやってもいいですよって言わない限りは難しいんじゃないかなと思うんですけど。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。